沈む。どうも、水子船長にワクワクしてるあかねちゃんやで。水属性にはたくさんヒヒーロとダマスカス使いましたし、水杖パは自由度が高くて試行錯誤できそうですからね。というわけで、今日は水杖パの強みやその編成の仕方を紹介する動画になるで。よろしく頼む。本日の目次はこちらになります。まずは、なんで水属性で杖武器パーティーが強いのかについての説明やな。続いて杖パを組むにあたって必要な装備やキャラをご紹介します。そしてその入門編成からさらに色々カスタマイズできることを紹介して、この動画だけで水杖パについて把握できるような内容を目指したで。それでは早速行ってみましょう。全速前進だ。まず、水属性で杖が強いって言われとる理由やけど、大きく分けると3つあって、まず1つ目に強い杖武器が多いことやね。そもそも編成に必ず入ってくる終末と天使武器が杖なのに始まり、ガチャ武器にもドロップ武器にも優秀な杖装備が揃っているんです。これによって水属性の編成ではコスモス杖を入れやすくなるんよね。コスモスシリーズは同じ武器種を装備するほどステータスと上限を上げてくれる武器で、この場合は水属性の杖武器と相性がバッチリなわけですね。さらに嬉しいことに上限を上げる代表的な武器、支配の天秤の杖武器やから、こんな感じで編成の中にたくさん杖を組み込めるわけやな。これによりステータスを無理なく伸ばしつつ上限も突破できるようになるわけですね。一般的には天秤を採用したハイランダー編成では武器種がバラバラになるし、逆にコスモス編成では同じ武器をたくさん並べるために天秤を採用できなくなるんやな。つまり両者とも強力な武器であるものの普通は組み合わせづらいということですね。そんなコスモス武器と天秤が両立できる理由として、先ほど紹介したように水属性には強力な杖装備が多いんやけど、それだけがのうて強力なキャラに杖得意が多いんよね。それにより杖キャラを強化する武器であるオメガ杖と虚空杖を一緒に採用できるわけや。いいぞ。ピンポーン。ここまでに紹介した強力で編成のベースとなる武器を入れるだけでも杖が6枠確保できることがわかるな。やったぜ。ここからボスの仕様に合わせて残りの武器を選定していくわけですね。ベースの6本がすでに噛み合いすぎてるからこそのカスタマイズの自由度の高さやな。残りの4枠をどうするかについてはキャラ紹介を行った後にご紹介しようと思います。キャラによってもまた編成する武器が変わってくるところやからね。こちらが実装されている SSR の水杖キャラ一覧になりますが、扇編成や一部特殊な採用を除くと古戦場で主に採用されるキャラは画像の通りになります。美しい。他にも水木ディアンサや電子長が状況によって入ってきたりするんやけど、基礎メンバーはこの5人やな。それではメンバーについて確認していきましょう。ピンポーン。まずはほとんどのボスに対して有効な工場キャラのリリーやね。その一番の強みは1アビによるダメージカットと3回自動発動する回復とクリアオールですね。なんだって。これによりボスの面倒なトリガーや CT を気にせずリロ殴りして時短できるわけやな。これで安心だぜ。さらに種族を全員バラバラにすれば攻防累積 20% ダウンや自身の火力を常時 1.3 倍にすることもできる攻防回復デバフ完備なオールラウンダーになるわけですね。まだまだ強みはあるんやけど、ざっくり解説やとこんな感じやな。これだけでも盤石すぎて水杖パを組むならまず最初に入ってくるんですけどね。強すぎて某最終10点集をスタメンから蹴り落とすことも多いな。わけがわからないよ。続いて水杖パの中核の2人目、水にカリオシトロですね。水属性の圧倒的必殺環境を塗り替えた歴史的転換点のキャラで、グラブルに技巧クリティカル編成の強さを知らしめたキャラでもあるな。技巧編成でクリティカルを発生させるとダメージが 1.5 倍になってとても強いのですが、クリティカル率を高めるのに武器枠を使いすぎて上限突破を積みにくいという欠点があったんですね。その問題をカリオスさんがどう解消したのかというと、まずサポアビ1によるクリ発生時に追撃を自動付与することでの実質的な上限アップと、1アビと扇によるほぼ永続的な会心効果の付与やね。会心効果はクリティカル発生時に追加5万ダメージを入れるというもので、条件達成時に追加ダメージを付与する虚空シリーズと似たバフになりますね。でも追加ダメージ5万ってしょっぱくない？
って思ってる人もおるかもしれへんけど、そのようなことがあろうはずがございません。なぜなら、この5万というのは、通常攻撃だけやなくて、追撃ダメージにも加算されるからやな。これだけでも全員トリプルアタックすれば、120万の追加ダメージなわけですが、ここに、さらに、カリオストロ1アビ、ウォーロックのチェイサー、終末武器の奥義も合わせると、いいぞこれ。さらに、ここに虚空杖の3万と、ベリアルの3万も乗せると、お願いします。やっぱりいつ見ても、犯罪的だ。これで全員 PA すると、1ターンで660万の追加ダメージですからね。ちなみに、前回古戦長はベリアルおらんかったし、ベリアル必須なわけやないで、まあ相性がいいのは間違いないですけどね。完全なる黄金比かよ。じゃあ以上を踏まえて、さっきの武器編成で殴ってみようか。動画のために、コロコロ、週末のスキル変えてたら、スキル餌なくなってきたので、今回は渾身スキルであり、週末武器での追撃枠がないことにご留意ください。じゃあ、会心効果を出すために、まずは、カリオスさんの1アビだけ使っていくで。他にバフでバフもない割に、かなり良い火力を出していますね。ここからは虚空杖の、バフの数に応じてダメージアップ、門化していくために、バフを持っていくで。2回目の殴りもノーデバフなので、防御値20のボスの防御加減と同じ条件ですね。防御値の目安としては、100ヘルが防御値15、150ヘルが防御値25くらいやな。ちなみにエンドコンテンツのルシファーハードで、防御値20みたいです。そう考えると、結構ぶっ飛んだ火力やないやろか。続いて、防御 25% ダウンが入るので、防御値15の加減と同じですね。ここでほとんど減衰が出とるな。さらに、防御 10% ダウンさせますが、やっぱりダメージは変わらないですね。これだけでもカリオスさんを採用した強さは伝わったと思うんやけど、カリオスさんが強い理由はもう一つあって、それがこの刻印語を消化して使えるアリスのおとりあやね。刻印を貯める手段については、自身の奥義や1アビ、リリー1アビや終末奥義もあるので豊富ですね。ピンポーン。そして、その効果内容はというと、確定クリと会心効果はもちろん、追撃 50% と上限 15% アップまでついてくる、とんでもないバーストアビリティやで。そして、そうなると、全機空時の脳裏を読みるのが、あ、芝と合わせればいいじゃんということです。はい、強い。そして、カリオスさんの悪いところは、このバフが3ターン続くことでして、そうなると、最大芝砲3回までいけちゃうんですね。古戦場ならペア狩りで、芝を合体召喚でやりくりすることもできるしな。なお、芝の普段の排出率、10万回ガチャして8回引けるってやばすぎ。こうしてまたタイムラインでは、争いが勃発するんだなって。もうやめるんだ。ほな長くなってもうたけど、これで、水キャラの紹介は終わりやで。まだ3人いるだろうって。この3人については優秀なんやけど、リリーとカリオスさんほどぶっ飛んでないから、採用に関しては、かなり自由枠なところあるな。ですので、所持しているキャラの中から、選んでいただく形でいいかと思います。では、続いて杖パを組むにあたって、必要なキャラと武器についてのご紹介ですね。武器については、ちょっと前に話した、ベースとなる6本が欲しいところやな。コスモス杖、天使杖、終末武器、オメガ杖、支配の天秤、虚空杖ですね。なお減衰でないボスに対しては、天秤を抜いてゼノ杖入れたりもできるな。あとは5月に本実装される、アストラル武器なんかも入れ替え候補ですね。杖やないのは残念やけど、EX 後陣 33% は赤くすぎやからな。そして、残りの4枠の武器についてですが、ここからは、方針が2つに分かれて、技巧軸にするか、純粋に杖で揃えるかですね。無課金で揃える場合は、こんな感じの編成になるやろか。ただこれですと、シュバケンコスモス編成の介護官になりかねず、相手の防御値次第では、減衰に届かせるのもかなり厳しいため、天秤を抜いて、他の武器の採用を検討した方がいいかもしれません。天秤とコスモスで上限を上げた分だけ、ベースの火力も必要になるわけやな。ですので、基本的に杖パを運用するなら、技巧編成になるわけです。水カリオスさんのクリティカル発生時に、追撃付与も考えるとなおさらやな。しかし、そうなると問題なのが、強い技巧武器のリミテッドに集中してることやな。これに、
さらにデュランダルがあれば完璧ですが、そうは言っても、編成難易度が高すぎるので、本日は、リミ武器1本からできる、本格的な機構編成についてご紹介します。今回使う武器は、この3本やな。左から、順に、フォリアの解放武器、グラニのドロップ武器、マキュラのドロップ武器ですね。右2つの武器については、アーカルムとかでも出るし、見たことある人も、多いんちゃうかな。一番右のオベロンは、現状3凸しかできませんが、6周年生放送では、4月7日に4凸されることが発表されています。まあ、その後のこれくらでは、実装時規模化されてたから、ちょっと不穏ではあるんやけどな。さすがに古戦場には間に合うと、信じたいところですね。そして、この3本の肝心な機構についてやけど、それぞれこんな感じやな。合計すると 23% なので、両面バルナですとクリティカル確率 87.4% になります。確定クリティカルやなくてええんかって思う人もおるかもやけど、大事なのはダメージの期待値と、カリオスさんのサポアビのクリティカル時に追撃ダメージと、1アビや奥義の外人効果の発動やから。カリオスさんのサポアビでのクリティカル率アップや、1アビでのクリティカル発生も、感情に入れてええんやな。注意点として、アビリティなどによるクリティカル率は、武器のクリティカル率とは加算ではなく、1回1回、個別に抽選を行うことです。実際に計算すると、カリオスさんのサポアビは、刻印1個につきクリティカル 5% やから、開幕は、自身の1アビとリリーの1アビで、最低限2にできるわけやな。実際には、多神鎮や、召喚石で4にもできますが、とりあえずは、最低限の計算でいきます。そんで、この2つを個別抽選すると、88.6% の確率でクリティカルするようになり、さらに、1アビの 70% クリティカルも乗せると、クリティカル確率 96.6% になるわけやな。なかなかやるじゃない。もちろん、カリオストロ1アビは永続ではないので、平均すれば 90% 超えくらいに落ち着きますが、ここで、ガリレオサイトやデュランダルを入れて、確定クリティカルにすると、今度は連撃率が致命的に足りなくなってしまうんですね。メイン武器が終末になる以上、オメガ武器の奥義にも頼れんし、カリオスさんとリリーは連撃漏れへんから、肝心の芝砲の時にダメージがブレブレになってまうんよね。ですので、最後の枠にはカーオン2やミルグレスを入れるわけですね。これで、オメガ2のスキルと合わせて、ある程度、連撃も確保できるわけやな。芝使う時のクリティカルに関しては、カリオストロが確定にしてくれますしね。というわけでリミ武器1本で、飛行杖編成組むなら、こんな編成になるやろか。さて続いてマグナ編成ですが、こちらは、4凸オールドオベロンを複数採用した、クリティカル軸が良さそうでしょうか。両面で4本並べれば、巣のクリティカル率は 88.4% と、バルナ編成を超える数値になるで。まだオールドオベロンの4凸実装されていないので、実際に試すことはできませんが、ひな形としてはこんな感じでしょうか。さらに、終末武器4凸の場合は、死傷でもらえる水探検や、オメガ杖をメイン装備にするのも良さそうやな。スキルでも技巧を持ち、奥義で確定クリになるこの探検は優秀ですね。あとマグナ編成やと、コスモス杖や、天秤の採用額が厳しくなるのが残念やけど、オールドオベロンが、HP と連撃率の確保もしてくれる、優秀な武器やから、ある程度はカバーできそうやな。改めて見ると、すごい詰め合わせセットですよね。いいんじゃないかな。はい。というわけで杖パ入門に、必要な武器とキャラについては以上です。あくまでも理想編成やないことに注意やな。とりあえずローコストで、杖パ遊びたい、水カリオストロ使いたい、という気空士向けの編成やね。今回紹介した編成のいいところは、作った後にパーツが腐らないことと、必殺編成を組むためにエウロペと戦っている最中に、オベロン系とエウロペ杖も確保できることですね。今後使う武器や、必殺武器集めるついでに組めるんは結構嬉しいちゃうんかな。他に交換したいものも多いので、優先度は高くないですが、ショップで入手することもできますしね。あとは、最後に水杖パの拡張性についてなんやけど、これは、2つの側面があって、1つ目に、キャラ枠がかなり自由なことやな。カリオストロとリリーで、攻防ともに揃ってますからね。3枠目は、ボスに合わせてもいいですし、今後の強キャラが入る枠にもなり得ます。武器編成についてもかなり自由で、例えば、相手の防御値が高い場合なんかは、支配の天秤を抜いて、フォリア弓を2本入れてもええしな。これで、もう一つの技巧、中武器と合わせて、確定クリティカル編成になりますね。クリティカル率も、
100.7% と無駄がないし、美しい編成やで。最高です。 100% を超えた分だけ、クリ率は無駄になっちゃいますからね。ほな、水津エパ動画は以上やで。お疲れ様でした。ただでさえ強い水津エパの、今後のさらなる発展が楽しみですね。やけど、最後に、正直なことを話してまうと、水津エパって、長期戦での DPS が高い仕様で、数ターン以内に終わるようなマルチやと、必殺編成の方が強いんよね。ですのでツエパが活躍するのは、古戦場などの一部強いボスに対してのみ、というわけになるわけですね。ただ、古戦場で活躍するのは間違いないし、カリオスさんがいれば入門の敷居もそこまで高くはないから、興味あるキクースさんはぜひ遊んでみてな。それではカリオストロのステルスマーケティングも終わりましたところで、今回の動画は終わりになります。みんな人気投票は天才美少女錬金術師よっさんに汚い1票を頼んだで、新バージョン来たらすぐに転調するから。はい、欲望丸出しの宣伝も終わりましたので、また次回の動画でお会いしましょう。今日も最後までありがとな。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。もし動画がお気に召しましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。いただいた応援に応えられるような動画を作っていけるように頑張りますので。それでは、ぶしつけなお願い、失礼しました。またの動画でお会いできればと思います。